こんばんは。はるけです。今回はトレイルブレイザーズチーム2のティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになってるので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回もですね、ハイスの選手、そして SBC だったり、目標できた選手を含めてます。で、それでは早速紹介をしていきます。こちらがトレイルブレイザーズチーム2のティアリストになります。D はですね、誰も入れてないという風な形になっていて、C ですね。C はですね、目標できたパラシオス、そしてウォードプラウズ、そしてエバンダル、この3名を入れました。目標できたパラシオスに関してはですね、やっぱり目標ということでそこまで強さっていうのはあまり感じない、そんな選手になりますね。悪くはないんですけれども、ただ、ちょっと特徴的なところっていうのがあまり、ない選手になりますね。冷静さだったりとか、インターセプトのね、数値っていうのは高くていいんですけれども、ちょっとスキル3っていう風な、部分も、残念ですし、プレイスタイルでもですね、プラスがね、あまりついてないっていう風な、ことになりますし、他の選手で、ブンデスとかだったら全然他の選手でいいかなという風に思いますね。でですね、続いてはウォードプラウズですね、ウォードプラウズ。この選手もですね、ちょっと惜しいなという風な部分で、もちろんプレイスタイルプラスでですね、鋭いパスだったりとかがね、プラスでついているっていう風なところと、ロングパスだったりとか、非常にパス面のですね、プレイスタイルっていうのは充実を、しているんですけれども、悪く言えばそれだけというそんな選手になりますね。もうちょっとスピードも欲しかったですし、シュートの部分もね、もうちょっと欲しかった。で、ドリブルのところももうちょっと欲しかったという選手になります。で、この人はね、やっぱり3-3っていうのも、ちょっと、厳しい、部分にはなるので、パス面、例えば鋭いパスのプラスがついてなかったら、多分自分は D にしてたかなというふうに思います。で、そしてエバンダルですね、エバンダル。この選手はですね、OVL83 ながらにですね、結構割といいかなと思います。ただこの人も、能力的にもうちょっと、欲しいな。全体的にはプラス2、3欲しかったなと思いますね。君面がちょっと難しかったりはするんで、エバンデルは。なんで使う方っていうのはそこまでいないかもしれないんですけれども、44ありますし、プレイスタイルプラスはついてないのはね、残念ではあるんですけれども、個人的にはね、いろいろね、プレイスタイル多いですし、そんなには悪くない。能力83ですけれども、割と、C には値するなというふうに感じます。で、そして B ですね。B はですね、クワルタ、そしてブラント、この2名を入れました。クワルタはですね、結構身長が低い183センチのセンターバックの、選手になるので、結構ね、組んでタイプというか、ちっちゃいし、小回りが効いてという、そんな選手になりますね。ただ、もうちょっとペース欲しかったなと、思いますし、プレイスタイル面でもね、守備のね、プレイスタイル結構ついてるのはいいんですけど、やっぱプラスが欲しかったなという風な部分はありますね。やっぱ身長はね、センターバックとしては、やっぱり今作も大事かなと思うので、小回り効いて、やっぱりいいところはいいんですけど、ただこの人も、悪くはないんで B なんですけど、ただ、そんなに A にはいかないかなという風に思ってます。で、そして、ブラントですね、ブラント。ブラントも全然悪くない。普通に使えますよという、そんなレベルに、なります。ある程度、キャムの選手としてパスもね、うまいですし、シュートもね、決めきってくれる、そんな選手になります。フィジカルもちょっとありながら、ペースもね、もうちょっと速かった方が、いいんですけれども、それでも44あって、プレイスタイルもね、いろいろついているという、そんな選手になります。今週とか、一応テクニカルだったり、トリベーラだったりとかをね、プラスではないけどついてますし、結構プレイスタイル面でもこの人は充実をしているなという風に感じます。なんで、全然悪くはない。ただもうちょっとこの人も、能力的に高かったらいいなという風に思いました。で、そして A ですね。A はですね、ダニーロ、そして久保建英、ロバートソン、この3名を入れました。
まあ、ダニーロに関してはですね、まあ、全然悪くないし、まあ、めちゃくちゃこの人はコスパの選手だと思いますね。今作も、安くて強いなと、感じます。もちろんペースね、78っていうのは、ね、ちょっと遅めというか、もうちょっと早くあってほしい部分ではあるんですけれども、まあ、ただ、リアクション冷静さも、それなりにありますし、まあ、守備の能力もしっかり、してます。で、まあ、逆足も4っていうのは素晴らしいですし、まあ、プレイスタイルを見てもインターセプトのね、プラスがついているっていうのは、素晴らしく、まあ、予測もエアリアルもついているんで、十分使える、戦える、そんな選手になりますね。あと2万5000ぐらいなんですけど、まあ、その値段の価値っていうのは、あると思います。で、そして、久保建英ですね。久保はですね、基本的にやっぱりドリブルが非常に軽くって、スピードが速いという、そんな選手になります。まあ、ポトムとそこまで変わらない能力になってますけれども、まあ、プレイスタイルですね、プラスでファーストタッチがついているという、そんな選手に、なります。で、テクニカルだったりとかも、ついてますし、結構ドリブルだったりとかに関しては、まあ、上手くて、軽くてというそんな選手。で、決定力もですね、まあ高いんですけど、冷静さが77なんで、ちょっとそこの部分で、まあ個人的には不満が、まあポトの時にも、出てましたんで、このトレイルブレイザーズも、まあ同じような形で、出るかなと思います。そこ決めてくれへんのかっていうシーンは、あると思いますね。で、そして、ロバートソンですね、ロバートソン。まあ、ロバートソンはですね、かなり強くなったなというふうに、感じますね。まあ、プレミアの中でも非常に強い LB の選手として、まあ、出てきたなと思いますし、まあ、スピードも速くですね、まあ、ドリブルもある程度持てるという、そんな選手。で、パスもね、全然出せる選手で、守備もしっかりしているという選手ですね。フィジカルがね、そこまで強くはない選手ではあるんですけれども、まあ、ただですね、そんなには気にはならない選手ですね、この人は。金の時でもそこまでフィジカル負けめっちゃするなっていうほどでは、なかったんで、まあ相手次第にはよるんですけど、相手がごつい選手とかだったらもちろんいけない場面はあるんですけど、まあそんなに自分的にはマイナスポイントではないですね。で、まあラピッドのプラス、プレイスタイルでもついてますし、よりこう、まあ自分でボールを持った時にぐんぐん運んでいける、スピードでぐんぐんいけるっていう、力は、まああるなと思いますね。で、逆足2っていうのが、この人の多分唯一一番自分が思うマイナス点ですね。やっぱり左足で蹴ることがほとんどだと思うんですけど、ただやっぱり状況によってはね、右足で蹴らないといけない、シーンがあるので、そこの右足で蹴った際はちょっと不満が、出るかなっていう風には感じます。で、そして S と A の間にいるのがですね、SBC で来ましたフリアン・アルバレスですね。アルバレス。まあ、アルバレスに関してはですね、非常にまあ値段的には40万弱ぐらいで、使うことできるんですけど、まあ非常に能力高くですね、ペースもあって、シュートも上手くって、パスも上手くって、ドリブルが軽いという、そんな選手になります。で、積極性がね、非常に高くって、取った後すぐになんかまた取り返そうとする力が働いてましたね。なんで、なんかね、結構勝手に相手に寄っていってくれたりとか、なんか相手に吸い寄せられるみたいな力が、自分は感じました。取られた後とか、まあ、密集地帯の中で、自分はもちろん操作してるんだけれども、なんかそれより早く、なんかアルバレスはぐーっと相手に寄っていく、なんか吸い寄せられていく力みたいなんが、感じました。で、容赦なしのプレイスタイルのプラスもついているので、非常に前線からの守備だったりとかを1試合通してできるという、そんな選手になりますね。ちっちゃいんですけど、しっかり足を出してくれたりとか、もうずっと走り続けられる、そんな選手になりますね。ただ、やっぱり S に行かなかった理由としては、これだけ軽いし、やっぱり使いやすかったら、スキル5欲しいなっていうのはありますね。自分で突破しないといけないというか、突破できそうな軽さなんで、ちょっとそこでスキル5欲しいなって思う人は一定数いるかなと思いますし、自分もね、スキル5欲しい方の人間なんで、その中でちょっと S にはなかなか上げきれなかったかなと思います。で、そして S ですね。
S はですね、クリスティアーノ・ロナウド、そしてラファエル・レオン、そしてマルキーニョス・カンセロ、そして女子選手、スミス、そしてソン・フンミン、ハリー・ケインと、この7名を入れました。まあ、ロナウドに関しては言わずもがなですね、非常に能力が高くなりましたし、大きなアップグレードを受けました。金の時から比べるとですね、OVR、総合値的には2しか上がってないんですけれども、ペースが8も、上がってます。そしてドリブルもね、4上がっているという風なことで、非常に使いやすいキャラクターへと、まあ、進化を、しましたね。決定力の高さはそのままにですね、まあ、非常にドリブルもある程度改善をされ、スピードも速くなったという選手になります。そしてプレイスタイルですね、トリベラ。アウトサイドのプラスをつけたことによって、よりこうアウトサイドでのシュートっていうのが決まりやすく、なりましたね。金の時もですね、トリベラはついてたんですけど、まあそれ以上に、しっかりと決めきってくれる、そんな選手になりました。で、本当に、まあ冷静さ97っていうのが素晴らしいですし、この人の決定力っていうのは金の時からもうマジで不満は、なかったんで、もう明らかに強化をされてですね、まあ S に相当するかなと思います。で、そしてラファエル・レオンですね。まあこちらも非常に金の時から強かった選手でですね、まあラピッドのプラスからですね、ラピッドは普通のプレイスタイルに変わり、今週のプラスが、つきました。まあやっぱりね、今週はね、まあ、今作ちょっと強い、まあ、プレイスタイルにはなりますし、そこのプラスがついたっていうのは素晴らしいなと思います。で、そのままラピッドとかクイックステップ、スピードをブーストさせるプレイスタイルもそのままついてるんで、まあめちゃくちゃ弱体化したっていうことはないですね。まあ普通に多分むしろ強くなったかなと思います。で、レオンの場合はでかくて速いんで、速さっていうような部分で追いつかれたとしても、そのフィジカルで、まあ、押し返すということができます。で、これまでのレオンはやっぱりサイドからスピードでぐんぐん運んでいって最後ラストパスとか、そういう風な使い方が多かったと思うんですけど、最後の決定機も決めきれるという力をやっぱりこのトレイルブレイザーズでは手に入れたかなと思います。やっぱり今週のプラスと決定力がもちろん能力的には上がってるんで、まあそういうチャンスメイクもできながら最後のフィニッシュも仕上げる力も、まあ、持ってるので、まあ、100万超えてて150万近くなってるんですけど、まあ、その価値っていうのは十分ありますね。で、そして、マルキーニョスですね。マルキーニョス。こちらも非常に強いセンターバックだと、自分は感じます。金の時もですね、本当に強いセンターバックで、インターセプトのプラスがついていたんですけれども、こちらのマルキーニョスはインターセプトが、まあ、プラスじゃなくなったんですけど、予測のプラスがつきました。これは非常に素晴らしいプレイスタイルのプラスだと思いますし、本当によりマルキーニョスが強くなるためのプレイスタイルだと、思いますね。で、かつインターセプトもジョッキーもエアリアルも、パーヘッターも、まあ他のプレイスタイルもいいので、結構ね、この人は強さっていうのは感じれるんじゃないかと、思いますね。まあ、金でもね、十分強いし、まあ、そこからペースもね、改善というか、まあ、上がりましたし、リアクション冷静さもね、素晴らしいです。88どちらもあるし、守備力もしっかりしていて、まあ、フィジカルも、まあ、それなりにあるという選手なんで、まあ、十分トップティアのですね、センターバックになります。で、そして、カンセロですね、カンセロ。まあ、カンセロはですね、まあ、総合力という風な部分で、まあ、個人的には S に、しました。サイドバックなんですけれども、非常に攻撃性能が高いという、そんなサイドバックになるんですけど、その攻撃性能がより高くなったのが、このトレイルブレイザーズ開拓者のカンセロだと思います。やはりテクニカルのプラスをつけたことによって、まあ、ついたことによって、本当にこうコントロールスプリントで後ろからぐんぐん運んでいくことができますね。なのでそういう風なところで、やっぱり素晴らしいこの人もプレイスタイルプラスがつきましたし、もちろん守備面に関しては LB だとね、テオだったりとかの方が強いんですけど、ただやっぱりこれだけ攻撃ができるし、パスもうまいっていう、そんなサイドバックってなかなか、いないですし、上げるサイドバック、攻撃時に上げたいサイドバックとしては非常にトップクラスの選手に、なりますし、テクニカルのプラスがついたことによって、自分はね、ワンチャンそれこそ中盤 CM とかでもいいんじゃないかなっていう風には思いましたね。LB に守備的な選手を置いて、
カンセロを中盤起用させるとか、そういう風な使い方も、いいんじゃないかなっていう風には思いました。本当に何でもできるという、そんな選手に、なりますし、ビルドアップではもうほぼ困らないかなという風に思います。で、そして、女子選手、スミスですね。スミスはですね、木の時から非常に強くて、女子選手の中でも、かなり値段が高かった選手だと思うんですけれども、このトレイルブレイザーでこちらも非常に強化を、されましたね。冷静さだけですね、この人が気になる部分で言うと。他は本当に素晴らしくって、もともとスキル4、逆足5ですし、この開拓者になったことによって、プレイスタイルのプラスで容赦なしがついたんで、本当に素晴らしいなと思います。正直、フリアン・アルバレスの上位互換的な、選手のイメージかなと思いますね。そういうような意味で言うと、このランクっていうのは妥当ですし、スミスもケミが難しいながらにですね、100万、している選手なんで、妥当かなと、思います。で、そして、ソン・フンミンですね、ソン・フンミン。今週のプラスではなくなって、ラピッドのプラスになったんですけど、全然今週も入ると思います。カーブもともと90あるし、決定力も高いんで、もちろんロングコンカみたいなのは、やっぱりプラスの方がね、入っていた、っていうことはあると思うんですけど、全然なんか今週が外れにくくなったとかっていうのはないかなと、感じますね。で、より、やっぱりね、孫の場合は自分で行く力っていうのが手にできたかなと思います。このラピッドプラスっていうのはやっぱりドリブル中のね、スピードっていうのが速くなるものになるので、普通にスキル4でも縦への加速が速くなって、もうスピードでぐんぐんいけるようになったっていう、その力っていうのはめちゃくちゃいいんで、素晴らしいプレイスタイルプラスだと思うんで、これだけの値段してるのかなと思いますし、決定力は全然高いし、で、全然今週でも入るけど、今週じゃなくても入るんで、この人は。この人もロナウド同様、決定力が非常に高い選手になるんで、スキル4でも自分で突破できる力を備えて、さらに能力も高くなってでいくと、当たり前に強くなったなっていう風に、思いますね。本当に素晴らしいストライカーだと、感じます。で、そして最後、ハリー・ケインですね。ケインはですね、ちょっと意外に思われる方多いと、思います。自分もね、結構迷ったんですけど、ケインとアルバレスを比較した時にタイプは違うんですよ。ただどちらも、パスはうまくって、周りを活かせる。そんな ST だと思うんですけど、ケインの場合はスキル3で逆足が5なんですけど、もちろんドリブルも重いし、アルバレスの方が勝ってんちゃうって思う人は多いと思うんですけど、ケインの場合はスキル3でドリブルも重たいんで、自分で行こうとする人は少ないと思うんですよね。アルバレスはちょっとそういう風なところもできるだけにスキル5あったらなって思うんですけど、ケインはもともとドリブルも重たいし、使い方が限定的ではあるんですけど、なんですかね、みんなが、ケインってこれだよね、無理させないっていうことができるんで、なんで、ケインでドリブル突破する人ってそんないないと思うんですよ。だってスキル3だし、ドリブルも重たいし。なんで、早く叩いて、周りを早く使って、また自分も出ていこうっていう、多くの人が、使い方を統一しやすいし、その使い方が非常に強いんで、ケインの場合は。スピードも上がりましたし、決定力はやっぱりソンとかロナウドに匹敵するほどのね、力を持ってますし、周りを生かすっていう風な上でのパス面もね、先ほど言った通り、うまいんで、使い方はやっぱりこれだけっていうことになるんですけれども、それがしっかり活かせる能力だったりとか力を、持ってるので、個人的にはアルバレスよりそういう意味で上かなというふうには思います。パスは本当に ST の中でトップクラスにうまいんで、で、かつやっぱりプレイスタイルでもですね、鋭いパス、プラスではなくなりましたけど、ついて、ますし、あとはパワーシュートプラス、これは人によって使うか使わないかってあるんですけど、一応これもプラスに、なってるので、個人的にはやっぱり先ほど言った使い方というか、そういう理由で、個人的には S かなというふうには思います。という感じで、こちらがトレイルブレイザーズチーム2のティアリストになります。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。